はいどうもこんにちは。今回は電動ワークチェアが話題となったリベルノボさんから新しいモデルが発売されるということで、先行で試させていただいているので、その魅力や気になる部分も含めてご紹介していきたいと思います。まずざっくり概要からなんですが、以前から超話題となっていたリベルノボオムニという電動ワークチェアっていうのがありまして、今回はそのシリーズに3種類のモデルが追加発売される予定です。リベルノボオムニプロ、リベルノボマクシスエアフロー、そしてリベルノボオムニ SE となっています。プロモデルは従来のモデルにプラスして座面に内蔵ファンが搭載され、蒸れ防止に役立つ機能が追記。マキシスモデルはさらにそこから背面クッションの部分が幅広になり、大柄な体型の方も使いやすいモデルになっています。そして今回自分が試させていただいているのがこちらの SE モデルとなっていまして、こちらの特徴は話題となっていた電動部分をあえて削除して、座り心地はそのままによりお求めやすい価格となって、かなりコスパの良いモデルとして発売予定となっているモデルでございます。正直電動機能が目立っているチェアではあるので、電動じゃないのと思ってしまいがちなんですけど、実はすごいのは電動部分だけじゃなくて、20万円以上するような高級チェアに負けず劣らずの座り心地や機能性を持っている部分が評価されているワークチェアになっています。電動だった部分のランバーサポートは手動ダイヤルでの調整となり、自分でちょうど良いところを手でくるくると回してフィットさせていく仕様になっています。ここで一回考えてみてほしいんですけど、電動での調整ってそんな頻繁にはしないと思うんですよね。もちろんあれば使うと思いますし、ストレッチモードなんかは長時間の作業時にリフレッシュする機能として重宝する方もいるとは思いますが、個人的にはちょうど良い箇所が見つかれば、そこからそんな頻繁に変えずに使うと思いますし、バッテリー管理もなんだかんだ手間になってしまう気がしています。それであればですよ、手動とはいえ同じ調整ができて、かつその他の機能面は変わらずに使えるのに、値段は結構安くなるみたいなので、個人的には SD モデルはかなり狙い目のモデルになっているのかなと思っています。はい、ということで、ここからは、こちらのリベルのウォームに SE の特徴や、個人的に良いと感じたところをご紹介していきたいと思います。まずはやっぱりこちらの背面部分ですよね。背中に合わせて形状を変えて包み込むようにフィットしてくれる、こちらのフレックスフィットバックレストは、横の動きにもかなり柔軟にフィットしてくれますし、手動ダイヤルでランバーサポートの強さも変えられます。座りながらでも調整ができるので、全然手動でも困らないと思います。さらに最近のワークチェアとしては珍しく背面もクッションとなっていて、素材はかなりふかふかです。厚みは結構薄く見えていたんですが、実際に座ってみると想像以上に柔らかく包んでくれて、硬さは全然感じませんでした。同様に座面部分もクッションとなっていて、長時間座っていても疲れにくく、生地もきめ細かくて高級感があります。もも裏部分のクッションはかなり厚みがあって、負担はかなり少ないと感じました。座面奥行きは45センチと48センチで、自分の体型に合わせて選ぶことができますので、そこも嬉しいポイントですね。参考までにお伝えしておくと、自分は身長が172センチとなりますが、奥行きは45センチを選びました。個人的にはこの選択で正解だったと思っています。そして2つ目の特徴は充実したリクライニング機能ですね。サイドの調整レバーで角度を5段階調整可能で、最大160度とかなり倒すことができます。ここまで来るとほぼ寝転ぶような感覚なのですが、別売りのフットレストと組み合わせて使うことでマジで快適です。普段の作業時には125度、135度あたりで止めておかないと、気を抜いたらすぐ寝てしまいそうなので、その点は注意かもしれませんね。さらに、このアームレストなんですが、リクライニング時に追従してきてくれます。これ、リベルノモーニの特徴の一つで、動的エルゴノミクスという、座っている人の姿勢や動きに合わせて、各調整項目がおのずと連動して動いてくれる設計となっています。ちょっとわかりづらいかもなんですが、アームレストはこの根元からスライドするようになっていて、角度を大きく変えずに後ろについてきてくれます。これがまた自然に腕を添えれるので、よく考えられてるなと思ってます。ヘッドレストもこのフレーム部分が動いて、頭のちょうど良い位置を維持してくれてますね。これがちゃんと SE モデルにもついているというところがまたすごいところですよね。さらにアームレストは従来モデルから高さ調整がより柔軟になっていて、最大値は 16mm 増えて 96mm、最低位置は 20mm 下がりデスク下に通すことができます。ゲーム時にはデスクに寄せて使いたい時もあるので、これが嬉しいアップデートですね。前後調整や角度調整もできて、アキコン使用時にも邪魔にならないので、個人的にかなりポイント高いです。また、ヘッドレストも従来モデルから調整幅が増えていて、高さや前後調整、角度もよりフィットできるようになっています。ここもふかふかでマジでリラックスできます。はい。ということで、従来モデルからの改善点や、個人的に良かった点をここまでご紹介させていただきましたが、ここからはちょっと気になった部分をお伝えしていければと思います。
まず一つ目がクッション素材によって発生する蒸れやすさの部分はどうしても出てくるかとは思います。特に背面部分の構造は包み込む形になるので密着感が高く、暑くなるこれからの時期においてはちょっと気になる方が多いのではないかなと思ってます。個人的には座り心地的にもクッション素材が嬉しいタイプなので、全然許容できる範囲ではあるんですけれども、これまで使用してきたチェアが背面はメッシュタイプが多かったので、ここちょっと慣れるまでは少し違和感がありました。また気になる点2つ目は座面の高さですね。こちらは一番低くして約44センチほどから高くすると55センチくらいまで調整できるんですが、ちょっと高めに感じました。フットレストを使うことでちょうど良くなる感じだったので、別売りではあるんですけど、このフットレストは一緒に購入するのが個人的にはおすすめです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はリベルノモーム2の新モデル、リベルノモーム2 SE を紹介させていただきました。正直なところ電動での調整やストレッチ機能は気にならないといえば嘘になっちゃうんですけれども、よくよく自分の用途というか使い方を考えてみると、物珍しさで最初は活用するけど、そのうち自分好みの調整位置で固定しちゃって、だんだん使わなくなっていく未来も見えたので、それだったら最初から手動でも同じ調整はできますし、その分予算が浮くので、浮いた分でフットレストの購入もできちゃいます。というかマジでこのフットレストはマストバイだと思ってますので、セットで購入すると考えた時に SE モデルはマジでいい選択肢になっていると思います。今ね、ちょっといいチェアを購入検討されているという方、このチェアはね、後悔の少ないチェアだと思いますので、かなりおすすめできるモデルかと思ってます。ただ、コスパの良いモデルとはいえ、結構いい値段する買い物ではありますので、試さず購入するっていうのはちょっと不安かと思います。できるだけいろんな情報をね、伝えているつもりではあるんですが、やっぱり何よりね、自分に合ってるかっていうのは座ってみないとわからないと思います。実はこのリベルのオムニシリーズはですね、いくつかの店舗で体験することができますので、気になっている方はぜひね、お近くの店舗で試していただければなと思います。店舗が近くにないよという方もね、ちゃんと購入後返品ポリシーもありますし、フレームはね、5年間保証とサポート体制もしっかりしてますので、判断材料のね、一つにしてもらえればなと思います。今、先行予約受付中で、さらにお得になるキャンペーンもやっていますが、一応注意事項としてお伝えしておくと、特典1のデポジット特典については、注文価格が14万円以上という条件がありまして、プロモデルなのには適用できるんですけど、SE モデルの注文には適用できないかと思いますので、その点だけご注意ください。ただ、先行予約特典の超早割特別価格はかなり破格の値段になっていて、SE モデルについてはとりあえず予約してみても、損はないでしょうと思うレベルですし、1年間の保証期間の延長もありますので、かなりお得です。6月17日までの予約となっていますので、購入検討されている方はぜひお早めにチェックしてみてください。ということで、こちらのチャンネルではですね、こういったデスク周りのお話や撮影機材等々のご紹介をしているチャンネルでございます。ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また、コメントなんかもいただけますとモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というところで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。